どうも、初めてのリスク、ミントです。リナです。今日は再起の回です。再起？なんだか秘密の魔法みたいな響き。関数が自分自身を呼びながら計算を進める考え方です。まずは結果を見てみましょう。1024匹、たった数秒の関数なのに10ターンでスライムが1024匹に。どうやって？中では同じ関数が自分を呼びながら倍々の計算を積み上げています。自分で自分を呼んで1024まで。これマジ？今日も一歩ずつ進むよ。よかったら登録してミントの挑戦を見守っててね。ミント、向かい合わせの鏡を見たことはある？あるよ。鏡の中に鏡、その中にも鏡が見えてずっと奥へ続くやつ。今日の関数も少し似ています。関数の中から同じ関数をもう一度呼びます。自分の仕事中に未来の自分へ続きを願いって頼む感じ。たとえね、関数が自分自身を呼ぶこと、これを再起っていうの。今日の新しい言葉、再起。まずは何を作るの？ロケットのカウントダウンです。数字を一つずつ小さくして0を目指します。このカウントダウンは N が0なら文字列の発射を返します。0以外なら N を表示して N を1小さくしたカウントダウンを呼びます。3を入れたら3を表示してカウントダウンの2へ。次は1、その次は0へ進むのかな。その予想を実行して確かめましょう。予想通り3、2、1が別々の行に出て、最後は引用符付きの発射だ。ここには大切な部品が2つあります。1つ目は N が0になったら発射を返す止まる合言葉。2つ目は数字を1小さくして自分自身のカウントダウンを呼ぶところ。正解です。3から2、2から1、1から0へ毎回きちんと止まる場所へ近づいています。合わせ鏡みたいに自分が続いても0についたらピタッと終わるんだね。この感覚が大事です。自分を呼ぶ部分と止まる合言葉、この2つで再起の形ができます。止まる合言葉が先に見つかるかどうかで鏡の奥行きが決まる感じ？止まる合言葉がどこにあるかを最初に決めてから自分を呼ぶ部分を書くと迷いにくいですよ。リナ、0になったら止める部分少し長いよね。表示して自分を呼ぶ部分だけでも動きそう。その変更をするとカウントダウンはどこで仕事を終えると思う？ 3、2、1、0まで表示したら空気を読んで止まるかな。ラケットは書かれた通りに動きます。試す前にストップボタンの場所を確認しておきましょう。この形だと数字を表示した後毎回必ず1小さいカウントダウンを呼ぶんだね。0を特別扱いする行が消えてる。3を入れた結果を見ます。0を通り過ぎた。マイナス1、マイナス2、マイナス3ってまだ流れてる。ストップボタンを押してここで手動で止めましょう。止まった。赤いメッセージは出ず、数字だけがどこまでも続いてたよ。0を通り過ぎてマイナスへどこまでも進んで止まらない動きになりました。ラケットが0を見て自動で終わりを決めてくれるわけではないんだ。再起には止まる合言葉と毎回ちゃんとそこへ近づいていくことの両方がいります。合言葉があっても数字が0から遠ざかる動きならそこへつけないよね。その通り。書いたらどこで止まるか毎回どう近づくかこの2点を指で追うと確認しやすいですよ。例えば N を1小さくする代わりに1を大きくしちゃったら止まる合言葉は書いてあっても同じことが起きる。そうです。止まる合言葉と近づき方はどちらか片方だけでは足りません。2つ揃って初めて安心して呼び出せます。カウントダウンは数字を表示して進んだよね。冒頭のスライムはどこで1024を作っていたの？0ターンならスライムは1匹、1ターン進むたび前の答えを2倍にします。0ターンで1匹、1ターンなら2匹、2ターンなら4匹。小さい答えを使って次の答えを作るんだ。コードで確認しましょう。N が0なら1を返します。それ以外では1小さい N のスライムズを呼びその答えを2倍します。スライムズ3ならまず小さい2の答えが必要で2には1の答え、1には0の答えが必要になるね。0で1が決まったら帰り道で2倍を順番に積み上げます。4で4で4で0まで行ったらそこから答えを持って1つずつ戻ってきて通った道を2倍にしていく感じ。その感覚で合っています。0の1が戻る途中で2になり4になり順番に膨らんでいきます。0は1、1は2、3は8、3の時は1から2、4、8って3回の2倍が積み上がったんだ。では10まで同じ流れを追います。0ターンの1匹から始めて1段ずつ2倍です。1から始まって2倍を10回重ねると1024。冒頭の数字につながった。最後にラケットの答えでも確かめましょう。本当に1024。数行のコードが自分を
じ形を何度も手で書かなくても、数字を一つずつ0へ近づけながら必要な回数だけ計算できます。小さな関数の中にスライム増員係が何人も待っていた気分。実際には同じスライムズが数字を変えながら仕事を受け渡しています。カウントダウンでは表示を並べた、スライムズでは2倍を積み上げた、再起は進む途中と帰ってくる途中でいろんな仕事ができるんだね。次はミントの挑戦です。1から N までの数字を全部足すトータルを書いてみましょう。 RPG なら1発目が1、2発目が2、3発目が3と強くなる N 連続コンボの合計ダメージだね。 N が0の時合計はいくつ？まだ一度も攻撃していないから0。止まる合言葉は N が0なら0。それ以外の時は今の N に1小さいトータルの答えを足す。3なら3と1から2までの合計を足せばいい。かけた0で止まり、毎回 N を1小さくしながら今の N を答えへ足していく形だよ。まず3なら3、2、1が積み上がって6になるはずです。5なら15と予想できますね。だった。3は6、5は15。止まる合言葉と近づき方を先に決めたら自分でも書けたよ。視聴者の皆さんもトータル10ならいくつになるか予想してドクターラケットで試してみてください。みんなに同じ関数をかけるマップや条件に合う仲間を選ぶフィルターも面白かったけど、再起は数字から次の数字へ自分で道をつないでいく感じだね。道具ごとに得意な仕事があります。今日は数字を一つのゴールへ近づける形だけに集中したので、再起の骨組みが見えやすくなりました。最後に再起が作れる景色を約5秒だけ見てみましょう。わあ、よく見ると大きな三角形の中にまた小さな三角形が並んでる。これもね、ラケットのピクトっていう道具で再起を使って描いた三角形。よく見ると三角形の中にまた三角形。これも自分の中に自分なんだよ。数字のカウントダウンからこんな模様までつながるんだ。再起って不思議で面白い。今日の主役再起は関数が自分自身を呼ぶことでした。大切なのは2つ。止まる合言葉と毎回ちゃんとそこへ近づくこと。カウントダウンでは3から0へ進み、スライムズでは2倍の答えを積み上げ、トータルでは今の数字を順番に足しました。自分を呼ぶ形は同じでも表示、掛け算、足し算っていろんな仕事に変えられたね。コードを読むときはどこで止まる？何を変えて近づく？の2つを探してみてください。関数、リスト、マップ、フィルター、フォールド、ラムダ、そして今日の再起、道具、どんどん増えてきたね。そうですね、今日の再起でまた1つ増えました。1024匹の仕組みにこれマジ？ってなったらコメントで教えてね。自分のトータルを書いてみたくなった人は登録して次の合言葉も一緒に待っててくれたら嬉しいな。それでは初めてのリスプ、みなとミントでした。バイバイ。